解散総選挙を多分やるんでしょうと。で、実際に、じゃあ、僕が高市さんだとして、今やるのは僕最適だとは思うんですよね。高市政権を続けるというのが目的だとすると、支持率は時間が経つと下がるのですよ。去年の段階から言ってたと思うんですけど、日本の円安全然止まってないんですよね。で、物価高。12月に日銀が金利を 0.25% 上げたんですけど、結果として今もう158円近くまでいってんのかな。まだ158円台かな。今ね、158.55。なので、158円後半に向かってるんですけどっていう感じで、先週だと159円まで行ったりとかしてるので、なので、金利を上げると日米との金利差が少なくなるから、円安が弱くなって、円安の圧力が減るって言われたんですけど、金利を上げても減らないよねっていう状況になっていて、年間に 0.5% 上げるっていうだけでも日銀としては結構すごいことなんですけど、それで上げたとしても動きませんと。で、今年も多分 0.25% を1、2回ぐらいしかできないよねっていうので、そうなってしまうと、さすがに円安止めないとまずいよねっていうのは、1ドル300円でもいいんだって言ってる頭のおかしな人を除いて、基本的にはやっぱり円安になると物価高なんかまずいよねという状況で、じゃあ日銀が金利を上げる以外に、為替介入というのがあるわけですよ。円を買いまくってしまって、円の価値を上げて、ドルを売りまくるっていうのがあるんですけど、ドルを売りまくるっていうのが、どれくらいの量できるのかっていうので、よく日銀は200兆円分ぐらいの外貨準備高があるから、それ使えば全然生きるよねって話があって、だいたい為替介入って1回に5兆円ぐらい使うんですよ。200兆円あると40回できるから大丈夫だよねという論はあるんですけど、200兆円そのまま使えるわけじゃないんですよね。米国債になってたりするので、米国債を売るとなると、やっぱり多分米国のそれなりにその話をしてアメリカが売っていいですよっていう状況にならないと、やっぱりその日本が米国債を売ったってなってしまうと、それが世界的なニュースになってしまって、じゃあうちの国も売るわみたいなことになってしまうと、結構アメリカダメージを受ける可能性があって、なので同盟国としては売ってほしくないよねっていうのはあると思うんですよね。って考えると、使えるのが現金で20兆円ぐらい、0.16兆ドルか。なので、現金でいくとね、日本円の現金にすると、確か24兆円ぐらいかな。なので、為替介入やるとすると、1回5兆円使うとすると、だいたい5回ぐらいしかできないんですよね。なので、為替介入5回しかできないよねってなっちゃうと、足元見られるよね。で、逆に5回やった後は、アメリカの了解を取らないと為替介入できないので、割とやりたい放題だよねっていう風になってしまうっていうのがあって、なので、去年の段階から高市政権は、経済的な問題というのが解決できないので、夏前かもしくは1年2年で、なかなか難しいんじゃないのって言ってたんですけど、結果として、じゃあどうするのかっていうと、円安の結果を国民が理解する前に選挙をやってしまうが正しいんですよね。そう考えると、下手に7月に国会を開いてしまって、いろいろ突っ込まれてしまうと、そこで思い通りにならないようになるので、むしろ突っ込まれる前に、今の支持率高いうちに選挙に持ってってしまうというのが、高い支持率で選挙にして自民党の議席を増やすというのであれば、多分最善だと思うんですよ。で、この最善というのは、予算案をちゃんと作らなくていいのとか、予算案がない段階で選挙になってしまうと、予算が決まってないからどうしていいかわからないよねっていうので、例えばこういう予算がありますって言ったらそれに向かって官僚が動けるんですけど、それに向かって官僚が動けないという状態になってしまうので、いろんなもの、お金の使い方とかが止まっちゃうんですよね。っていうのがあって、それはどうなのっていうのはなるんですけど、で、ただ、もともとは国民民主党が予算案に賛成すると。なので、国民民主党が賛成するのであれば、じゃあもう予算はすぐに決まると。もう強行採決で何でもいいから、とりあえず多数決で予算決めてしまって、で、予算を決めたら解散するぜっていうところだったと思うんですけど、国民民主党の玉木さんが解散するんだったら、予算案賛成しないよ、みたいなこと言ったりするので、でもこれ難しいと思うんですよね。じゃあ、解散しないから予算案賛成してくださいって、高市首相が言って、あ、そうなんだって言って国民民主党が賛成して、で、その後に、やっぱり事情が変わりました。解散しますって言っても、もう国民民主党止められないんですよね。なので、解散しますって何を言ったとしても、どう嘘ついたとしても、解散しませんって言ったとしても、もう信用できないよねっていう状況だと思うので、なので、1月の予算案をどう通すのかっていうので、国民民主党は通さない方向っていうなのかなと思うんですけど、
まだ決まったわけじゃないんですけど、自民党の幹部は一応もう言ってるし、維新の方にも解散すると言ってるので、直前まで高市さんが自分自身で国会で解散するって言わなければ解散にならないので、一応解散するといろんなところに通知をしている状況ではあるんですけど、最後の最後でやっぱりやらないっていう可能性もありますと。政策金利利上げ虚しく円安も止まらずで、海外情勢で物価高要素がたくさんすぎて、賃上げは進まない状況ですが、日本金利は何%理想だと思いますか？住宅ローン固定の組んでよかった。おめでとうございます。いやー、どうなんすかね。金利の問題というより、積極財政をやめるかどうかなんですよ。金利を上げると、なぜ日本円をみんなが欲しくなるのかっていうと、日本円を持っていて預金預けていくだけで価値が増えるよねってなんですけど、日本円をね、毎年30兆円ぐらい新たに吸ってるんですよ。で、30兆円新たに増えるわけだから、そしたら日本円持ってても日本円の価値下がっちゃうじゃんっていうのが、結果として日銀が金利を上げたにもかかわらず、円安が止まらなかった理由なんですよ。日銀が金利上げたのが12月8日とかそれぐらいだったっけ？で、その後補正予算が通って、新規の国債が確か11兆円するかなんかになってて、なので金利上げたけど11兆増えるんじゃん。日本円11兆増えるじゃんみたいな。で、積極財政でいくって言ってるので、なので来年もまあ30兆円増えるよねっていうふうに考えると、やっぱり毎年毎年30兆円通貨が増えていくので、そうすると日本円の価値下がるよねって思っちゃってるので、金利の問題というよりは根拠なき積極財政のせいじゃないですか。責任ある積極財政って嘘だったよねってもう証明されちゃったんで、責任ある積極財政というのが GDP が大きければ借金が大きくてもいいよねって話で、例えば売上が1000万円の会社が100万円借金しました。売上が1億円の会社が1000万円借金しました。大丈夫なんですよ。売上1000万円の会社が1000万円の借金したらアウトなんだけど、売上1億円の会社が1000万円の借金したとしても、まあなんとかなるよねっていうのがあって、なので GDP が伸びているのであれば、借金の額が増えたとしても持続可能だよねという理論自体は僕もそうだと思うんですよ。なので大企業とかが数十億円借金しましたとか、ソフトバンクが10兆円借金してて、ソフトバンクの10兆円借金はなかなかギャンブラーだなと思うんだけど、まあとはいえソフトバンクは結構な規模の会社なので、10兆円借りたとしてもなんとか回していけるんですけど、でいくと GDP が増えていれば借金を増やしてもいいよねというのが責任ある積極財政というのであれば、名目上の GDP が増えていないのであれば、借金は減らさなければいけないというのが責任ある積極財政なんですよ。で、残念ながら、名目 GDP の伸び率よりも多く借金、国債を増やしてるんですよね。なので、責任ある積極財政というのはやらないと。日本でね、経済成長自体してます。1% とかかな。なので、経済成長自体はしてるんですけど、物価の上がる速度が高いのと、あと日本円を増やす速度の方が速いんです。っていうところに問題があるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。